お前なんか、いつでもクビにできるんだからな。身の程を知れ。町外れの町工場に、その土星が突き刺さるように響いた。すらりとした高級スーツにピカピカの革靴。親会社の若手エリート、大河内は、油臭い作業服の俺たちを見下ろすように睨んでいる。いつもは、機械のモーター音と鉄を打ちつける音が日常の BGM だが、今朝は彼の土星がやけに耳障りだ。おい、ここを掃除しろ。そこも油汚れがひどいぞ。もうすぐ社長令嬢が来るんだぞ。こんな汚い現場を見せたら、俺が恥をかくだろうが。ぎらりとした視線を向けながら、大河内は休む間もなく、工員たちに指示を飛ばす。作業はどれも急ぎでこなさなければいけないものばかりなのに、目の前の仕事より掃除が最優先だ、と彼は譲らない。古川工場長は眉間にシワを寄せて様子を見ていたが、親会社の意向となれば強くは言えないらしい。北条、お前は耳が遠いのか？さっきから何もしてねえじゃねえか。やる気がないなら給料を減らすぞ。お前なんかいつでも辞めさせられるんだからな。ついに矛先がこちらへ向いた。俺は黙り込んだまま大河内と視線を交わす。掃除ばかりしていては今日の納期に間に合わないし、かといって反論すればことを荒立てるだけ。頭の中でいくつものパターンを考えるが、結局何も言えずに歯を食いしばるしかない。その時、工場の引き戸が開く音がして、一瞬にして場が静まる。お待たせしました。本社から視察に参りました。急な訪問で申し訳ありません。玄関口に現れたのは、凛とした印象の女性だった。エレガントなスーツ姿と落ち着いた佇まいが、年季の入った工場内にまるで異質な光を落とす。大河内は慌てて姿勢を正し、彼女の前に立つ。お疲れ様です、霧島部長。ちょうど今工場を視察していただく準備を進めておりました。こちらの連中が全く言うことを聞かなくて、いやはや。だが、その言葉を聞いた令嬢は、すっと目線を俺の方へやり、大河内を諌めるように言い放った。彼があなたの言うことを聞かないのは当然でしょ？だって、彼の正体はね。その一言で、場の空気が一瞬にして凍りつく。煩わしかった機械音すら遠のいて、工場全体が息を飲むように静まり返る。やがて、薄暗い蛍光灯の下で、大河内がうろたえた表情を浮かべるのが見えた。まさか、この何気ない視察の朝が、俺の人生と、この町工場の運命を大きく変えることになるなんて、ここにいる誰もが、そんな未来など想像できずにいたのだ。俺の名前は北条渉。俺が働いているのは、埃まみれの町工場だ。色の剥げた鉄扉を開けると、油と金属の焼ける匂いが鼻孔に刺さる。古い工作機械のモーター音が絶え間なくうなり、誰かが叩く金属音が遠く響いている。そのすべてが俺の日常だ。ここは町の外れにある町工場。機械油の匂いが鼻の奥に染みつき、黒ずんだコンクリートの床がギシギシと悲鳴を上げる。長年酷使された古い工作機械がずらりと並び、一台一台に傷や錆が目立つ。工場長である古川さんは、昔からずっと使い続けてる相棒だからな、と言って定期的にメンテナンスは欠かさないようだが、それでもガタが来るのは否めない。周りを見渡せば、いかにこの工場が時代遅れの設備でやりくりしているかがよくわかる。そんな町工場が、ここ数日やけに慌ただしい。理由は明白だ。今日は本社から視察が来るらしい。しかも、親会社の社長令嬢、霧島鈴がやってくる、という話が広まり、工場の作業員たちは朝からそわそわしっぱなしだ。おい、今日本社から来るってのは本当なのか？らしいぞ。しかも社長令嬢も同行するってよ。どうやら次期社長候補とかなんとか。すっげえ美人なんだろ。一度でいいから拝んでみたいもんだな。休憩室でも作業場でもこの話題で持ちきりだ。ところがそこに一足先に姿を現したのが本社の社員大河内だった。彼は親会社の若手リーダー格らしく、視察の前に先に工場へ乗り込んできたらしい。現場の人間からすれば正直ありがた迷惑だ。ちょっと君たち、ちゃんと掃除は済んでるのか？これから霧島部長がお見えになるんだぞ。こんな散らかった状態で迎えたら失礼だろうが。大河内は朝礼もそこそこに、工員たちを捕まえては掃除と片付けを命じ、声を張り上げている。彼の背広は明らかに工場の油汚れとは縁遠い高級品で、
ちょっとした誇りを払う仕草がいちいち鼻につく。何より、その口調が命令口調で、まるで下請け社員を見下すような態度だった。ずっと現場で汗を流してきた古株の人間にとっては、面白いわけがない。おい、今が大事な工程なんだよ。こんなタイミングで機械止めろってのか？いいから黙って指示に従え。大河内はそう言って聞かない。彼の背後で行員たちが渋い顔を交わしているのがわかる。しかし、親会社の社員という立場を振りかざされれば、無下に反発もできない。工場内には気まずい空気が漂い始めた。そんな場面でも、俺は何も言わずに黙々と作業を続けていた。今日中に仕上げなくてはいけない部品がある。余計な口を挟むより、手を動かすのが最優先だ。おい！鋭い声が背後から飛んできた。大河内が俺の方を指さし、いかにも尺に触るといった顔で睨んでいる。君、耳が遠いのか？掃除しろって言ってるんだ。どうして続けてる？言うことを聞けないなら給料減らすぞ。それともクビになりたいのか？俺は手を止め、まじまじと彼を見た。こっちが何か言えば、面倒が倍増するだろう。だからといって、作業を止めれば納期に間に合わなくなる可能性がある。俺一人が遅れれば済む話じゃない。工場の信頼に関わることだ。それでも、相手はお構いなしに怒鳴り続ける。何か言えよ。黙ってちゃわからないだろ。そう言われても、何をどう説明するべきかわからない。掃除も大事だが、今止まると工程すべてにズレが生じる。結果、ここの納品に遅延が発生し、親会社にも迷惑がかかる。その未来予測を頭の中で一瞬にして計算しつつも、それを誰にどう伝えればいいのか、口が追いつかない。すみません。北条が黙ってるのも事情があるので、お河内さんもまあ落ち着いて。少しばかり気まずい空気が流れる作業場のど真ん中で、古川さんが俺と大河内との間に割って入った。古川さんは、この工場を長年切り盛りしている工場長だ。飾り気のない作業着に、細かい油汚れが染みついた軍手をぶら下げている。北条の作業は大事なんです。親会社にとっちゃ地味な部品かもしれませんが、これをおろそかにすると、結局そっちの信用にも関わるんですよ。工程表もギリギリだし、理解してやってください。大河内は依然として険しい顔のまま、腕組みしながら嫌そうに息をつく。新品同然の革靴が工場のコンクリート床に軽く打ち鳴らされる音がやけに大きく響いた。だからって、汚いままで視察を迎えるわけにはいかないでしょう。いかにもやる気がないじゃないですか、こいつは。大河内の視線が再び俺に突き刺さる。やる気がないわけじゃないですよ。彼なりに考えてるんです。まあ実際あまり喋らないですけどね。古川さんはそう言って苦笑する。無口なところのある俺をよく知るからこそ、半ば呆れつつもかばってくれているのだろう。まったく、もういい。せめて他の連中はしっかりやってくれ。言及だけじゃ済まさないからな。吐き捨てるように言うと、大河内はふんと鼻を鳴らす。それから、作業場をぐるりと見回して、別の行員たちに矛先を向け、そっちも掃除を徹底しろ。だの、余計な道具を出しっぱなしにするな。だの、次々と指示を飛ばし始めた。苛立ちを隠そうともせず、周囲に当たり散らす姿は、まるで自分が本社の全権を握っているかのようだ。すみません、古川さん。背を向けて歩きかけていた古川さんを呼び止め、思わずそうつぶやいた。お前が謝ることじゃないさ。大河内さんに口出しされりゃ、みんなあんな気持ちになる。現場には現場の都合があるからな。俺だって腹の中で余計なこと言いやがってと思ってるよ。そう言って、古川さんは空いている手で俺の肩をトントンと叩いてくれる。油まみれの作業着の袖口から覗く腕には、長年の鍛錬の跡が刻まれている。いわゆる叩き上げの職人である彼は、言葉よりも行動で示すタイプだ。だからこそ、あの場でも堂々と俺をかばってくれたのだろう。しばらくすると、工場の外が急に慌ただしくなった。誰かが駆け込んできて、来たぞ！令状がもう到着したみたいだ！と大声で叫ぶ。すると、大河内は急に背筋を伸ばし、ネクタイを正し始めた。高めのヒールの音がコンコンとコンクリートの床を叩く。周囲がざわりと動く。皆さん、お忙しいところすみません。本日本社から視察に参りました。霧島鈴と申します。どうぞよろしくお願いいたします。凛とした声が響いた。礼儀正しく、それでいて明るさを含んだ声。
工場内が一瞬静まり返るのがわかる。俺はそっと視線を向け、目を見張った。作業用のライトに照らされ、そこに立っていたのは、洗練されたスーツを身にまとった女性。柔らかな髪を後ろでまとめ、微笑みながら周囲を見渡している。お待ちしておりました。大河内が誰よりも早く声をかけ、彼女の前に進み出る。まるで、自分がこの工場の代表者と言わんばかりだ。大河内さん、いつもありがとうございます。今日は短い時間ですが、よろしくお願いしますね。こちらこそ、何でも言ってください。この工場のことは大体把握していますから。そんなことを言っているが、この工場で長く働いているのは古川さんや他の職人たちだ。大河内は、つい最近親会社から派遣されてきたに過ぎない。俺は心の中で苦い笑みを浮かべるが、もちろん口には出さない。ところで、先ほど入り口付近で少し揉めてましたよね。何があったんですか？鈴が不思議そうに尋ねると、大河内は待ってましたとばかりに俺を指さした。こいつですよ、こいつ。指示を出しても無視するんです。やる気がないというか、まったく。視察の日だっていうのに。その言葉に反応した鈴は、ふと俺の方に視線を移す。そして、大河内に向き直って、さらりと言った。彼があなたの意見を無視するのも、ある意味仕方ないわね。大河内は不満げに眉を潜めた。はあ、どういう意味です？彼は下請けのただの行員でしょ？まさか、彼はね、NASA で技術者をしていたのよ。思わず大河内がのけぞり、周囲の行員もざわめき始める。誰もが、まさかと声を上げた。NASA ですか？そう。彼の頭の中には、私たちが想像もできないほどの、理論やノウハウが詰まってる。だから、一方的にやる気がないなんていうのはどうかと思うわ。鈴はすっと表情を引き締めて言葉を継いだ。ところで、先ほど言及というワードが聞こえたんだけど、どんなつもりなのかしら。私たちにとって大切なパートナーを軽々しく脅すような真似はやめてほしいわ。彼女の声は決して大きくはない。けれど、その一言一言には揺るぎない自信と気品がある。大河内は口をパクつかせたまま何も言い返せない。鈴は小さく息をつくと彼に向かって少しだけ微笑んでみせた。まずは事情を理解することが大事じゃない？私もよくわかってるつもりよ。ここは下請けだけど、私たちにとってはかけがえのない技術と人材が揃っている場所なんだから。鈴の落ち着いた声が作業場に響くと、大河内は苦々しげに唇を噛み、それ以上何も言えなくなったようだった。結局、彼は軽く頭を下げるでもなく、そそくさと背を向けて歩き去っていった。それから約1時間ほどで予定していた視察が終了した。霧島部長、そろそろ本社に戻りましょうか。社長もお待ちかと思いますし。大河内が鈴にそう提案すると、鈴は周囲を見渡しながら口を開いた。ごめんなさい。もう少し現場の人たちの話を直接伺ってみたいの。ちょうどお昼も近いし、ランチミーティングをしようと思ってるの。北条さん、一緒に行ってもらっていい？突然名指しされた俺は思わず小さく息を飲んだ。はい。大河内さんには悪いんだけど、先に本社へ戻ってて。お父様には私から連絡を入れておくわ。ごめんなさいね。きっぱりと言い切られ、大河内はしぶしぶうなずく。表情からはまだ釈然としない様子が見て取れたが、視察用の資料を抱えたまま足早に工場を出て行った。じゃあ行きましょうか。北条さん、近くに食事できるところある？はい。周りから向けられる視線に背中を押されるように、ぎこちなく作業場を後にする。鼓動が早金のように胸を打ち、俺はどうやってこの昼の時間を過ごせばいいのか考えあぐねていた。そんな思考の隙間を縫うように、鈴が歩きながら小さな声で笑う。あたるくん、そんなに緊張しなくても平気よ。別にお偉いさんの会食じゃないんだから。親会社の経営企画部長であり、社長令嬢でもある彼女は、実は俺の幼馴染だ。子供の頃から家が近かったせいもあって、小学校から高校まで同じ道を通って一緒に登校していたし、放課後もよく遊んだ。学生の頃はほとんど毎日のように顔を合わせていたのに、まさかこんな形で再会するなんて、当時は想像もしていなかった。でも、鈴は社長の娘で、
今や部長だろ。緊張するなって言われても、さすがにあの工場の連中から見たら俺が偉そうにしてるように思われるかもしれないし。作業場を出て古びた商店街の通りを歩きながら、俺はボソッとそう答えた。普段から口数の少ない俺だけれど、幼馴染の彼女には昔から多少は腹を割って話すことができる。とはいえ、久しぶりに会ってこうして二人きりで歩いていると、どうにも勝手が違う。昔と変わらないね、渡るくん。確かに今の私は、社長の娘で部長かもしれないけど、あなたにはそんな肩書きは関係ないでしょ。鈴が歩調を合わせるように少しゆっくり歩き始める。そうだな。まあ、鈴が昔と変わらないのは何よりだよ。ありがたいとは思ってる。俺がそう言うと、鈴は少し得意げに肩をすくめてみせた。ありがたいだけ？本当に嬉しそうな顔はしてるけど。そうかな。そう口ごもる俺を見て、鈴はクスクスと笑った。工場の敷地を抜けると古びた商店街が広がる。と言っても、昼時でも人通りはまばらで、ところどころシャッターの降りた店が目につく。昔はもう少し活気があった気がするのに、時の流れとは残酷だ。俺たちが選んだのは、そんな商店街の端にある小さな定食屋だった。ごめんね。さっき、工場で急に渡るくんの過去をばらしちゃって、別に隠したかったわけじゃないかもしれないけど、ただの行員なんて言われてるのが悔しかったんだ。気にしてないよ。別に NASA にいたことを秘密にしようと思ってたわけでもないし、そもそもああいう形で公になるかどうかを置いといて、どこかで知られるのは時間の問題だったろうしな。そう言いながらも、あの時の視線を思い出してしまう。周囲は嘘だろ、まさかとか、あるいはなんでそんな人がここにという反応をしていた。みんな驚いてたよね。大河内さんも、どういうことだって私にしつこく聞いてきたし。大河内さんか。あの人、本社でそれなりに評価されてるの？俺が気になってつい問いかけると、鈴は少し困ったように笑った。実務能力自体はあるのよ。書類仕事とか、取引先との交渉もちゃんとやってくれるし。でも、プライドが高くて人を見下す癖があるというか。まあそこがたまに傷かな。そう言われて、俺は工場でのやりとりを思い返す。確かに、彼の態度は一方的だった。下請け、行員というワードが頭にこびりついていて、親会社イコール上、下請けイコール下という構図を押し付けるだけで、そんなことを考えていると、注文した料理が運ばれてきた。湯気を揚げる生姜焼き定食と、しっかりボリュームのあるカツ丼。二人は、いただきますと軽く挨拶を交わしてから箸を手に取る。実際のところ、昼食はいつもパンやおにぎりで済ませる俺としては、こうして定食屋で落ち着いて食べるのは久しぶりだった。舌に広がる濃いめの味付けが、なんだか心をほぐしてくれる気がする。そういえば渡るくん、NASA って言うと、私たちみたいな一般人からすれば、遠い世界だけど、やっぱりすごく大変だったの？食事をしながら、鈴が興味深そうに尋ねる。彼女なりに気を使ってくれているのだろう。俺は箸を一旦置き、湯気の立つカツ丼を見つめながら口を開いた。大変というか、俺が勝手に突っ走ったんだろうな。最初は夢中だった。子供の頃から宇宙や航空技術に興味があったし、学生の頃もずっと鈴に話してたろ。俺は宇宙で新しい技術を実現して世界を変えるんだって。うん、覚えてるよ。私もあの頃は、だったら私は渡るくんのサポートするね。二人で世界を良くしちゃおうよなんて言ってたっけ。鈴はくすりと笑い、コップの水を一口含む。俺たちがまだ高校生だった頃、夜空を見上げながらそんな話をした気がする。もっと言えば、中学生の時から夢を語り合っていた。宇宙飛行士になって月や火星で新しい発明をする。いや、もっと先に人類を連れて行くんだ、なんて根拠のない大風呂敷を広げては二人で笑ったものだ。実際、NASA に入って最先端の研究をさせてもらった時は、すごく興奮したよ。新しい技術の可能性や人類の未来を形にできるかもしれないって本気で思った。そこまで言いかけて一瞬言葉が詰まる。俺は料理を一口頬張り、喉を潤してから続けた。でも、俺のやりたかった研究は周りから見ると非現実的だったんだ。
他のチームはもっと実用的なプロジェクトに専念していて、俺の案は後回しにされがちでさ。それで上司と衝突が増えていって、結局は。解雇同然だったんだっけ？まあそういうこと。上司からすれば夢物語に走るトラブルメーカーだったんだろうね。そう言いながら笑う俺を鈴は静かな目で見つめている。いたずらに同情するでもなく、かといって突き放すでもなく、ただ受け止めてくれているような、そんな眼差しだ。アメリカを出た後、帰国してからもしばらく就職先が見つからなかったんでしょ？お父さんに聞いたわ。うちの下請け工場なら雇ってあげられるがどうかなって。うん。あれがなかったら俺、路頭に迷ってたかもしれない。おかげでこうやって町工場で働けてるのは、鈴のお父さんのおかげだよ。本当に感謝してる。俺がそう言うと、鈴は照れくさそうに小さく肩をすくめた。お父さんは苦労人だから、若い才能を伸ばしたいって思いが強いんだと思う。でも、渡くんみたいにすごい理論や技術を持ってても、それをうまく言葉で伝えられないと、誤解されちゃうことも多い。だったら、私が渡くんの通訳になればいいかなって、昔から思ってたの。通訳ね。そう。彼女は昔からそうだった。俺が何かに没頭して周りの話を聞かなくなっても、彼女だけは、言いたいことはこういうことなの？と根気よく聞いてくれて、代わりにクラスメートや先生に説明してくれた。NASA 時代も、もし彼女がそばにいてくれたら、少しは状況が違ったのかもしれない。そんな淡い思いが頭をよぎって、俺は苦笑する。助かるよ。俺は本当に言葉にするのが苦手で、さっきの工場でも一方的にやる気がないって言われても、それに反論する余裕がなかった。渡くんが黙ってると、本当に何考えてるかわからないからね。でも、そこが悪いわけじゃないのよ。むしろ余計なことを口にしない分、深く考えてから行動するタイプなんだと思うし。ただ、勘違いされやすいのは事実だけど、学生の頃、大きな夢を語り合ったよね。私たちで世界を良くしようって。ぽつりと鈴がつぶやくと、店内の空気が静かに波打ったような気がした。あの頃は本当に無邪気だった。夢が大きければ大きいほど尊いと信じていて、誰かに馬鹿にされてもひたすら突き進もうと誓い合った。大人になって現実の壁にぶつかって、いつの間にかそれぞれの道を歩んできたけれど、その思いは捨てきれていないのかもしれない。鈴は今でもそんな風に思ってるのか？世界を良くするって。思ってるわよ。もちろんやり方は変わるけど、私なりに会社を動かして社会に貢献できる仕組みを作りたい。そのためにこうして現場を見て回って人の声を聞くの。父に部長ってポジションを与えられたけど、実際はまだまだ修行中の身だからね。そういう鈴の表情は自信に満ちているというよりも、ある種の決意で輝いているように見えた。親会社のトップの娘であることは確かだが、それゆえに背負うものも多いだろう。俺は NASA の研究室で孤立した自分を思い出し、妙なシンパシーを抱いてしまう。でも、世界を良くするなんて大きな夢を口にすると、周りから白い目で見られたり、笑われたりすることもある。私が工場まで足を運ぶのも、単なるパフォーマンスだとか言われるしね。でも、渡くんは笑わないでいてくれるって信じてる。笑うわけないよ。俺だってまだ諦めたわけじゃない。NASA じゃうまくいかなかったけど、技術の可能性が消えたわけじゃないし。そうだよね。感情を済ませて店を出ると、外はさっきより日差しが強くなっていて、古びた商店街の通りがキラキラと光を反射していた。昼下がりの時間帯、学校帰りの学生たちがちらほら歩いているのを見て、あの頃の自分たちを思い出してしまう。ね、渡くん。今後もいろいろ相談させてもらうわよ。工場の技術をどう活かすとか、効率化をどう図るとか、あと人間関係に関しても。人間関係は専門外だけど、まあ協力できることがあれば。ありがとう。そういえば改めて言ってなかったけど、こうやって話してると落ち着くんだ。昔から渡くんはそうだったよね。いざという時にそばにいてくれる。鈴がそう言って笑うと、俺は少し気恥ずかしくなって視線をそらす。彼女の言葉には俺自身が忘れていた思い出や感情が詰まっていて、まるでかさぶたを剥がすように心を刺激する。けれど、その刺激は痛みというよりも
温かさに近い。じゃあそろそろ戻ろっか。午後からまた少しだけ現場を見せてもらって、今日はおしまいにする予定だから。そう言って微笑む鈴を見つめながら、俺も小さく笑みを返した。ランチミーティングを終えて工場へ戻ると、午後の作業が始まっていた。機械の動作音や溶接の火花が飛び交う慌ただしい現場は相変わらずだが、今の俺は朝とは少し違う心持ちでそこに立っている。鈴と改めて言葉を交わし合ったことが自分でも驚くほどの自信になっていた。工場長の古川さんが俺の姿を見つけると、ああ、まだったか。と短く声をかけてくる。今まではそれに対してほとんど反応できず、はいと返事をするだけだったのだが、なぜか今日はもう少し踏み込んで話そうという気になった。古川さん、先日お話しした新しい自工具の設計図、ちょっと見てもらえませんか？お、急にどうした？珍しいな。お前の方から声かけるなんて。古川さんは驚いたように目を瞬かせるが、すぐににやりと笑う。俺は少し照れながら小さく折りたたんだ図面を広げた。そこには古い工作機械でも精度を高められるようなジグのアイデアをまとめてある。NASA 時代の経験から思いついた改善策だが、今まで俺はどうせ理解してもらえないと勝手に尻込みしていた。しかし、鈴が背中を押してくれたからこそ行動に移そうと決意できたのだ。ああ、こりゃ面白いかもしれねえな。これなら複雑な工程をまとめられそうだ。はい。材料コストもそこまでかからないと思います。工場の設備投資が厳しいなら、まず小規模な試作品を作って検証してみたいんです。実は霧島部長にも少し援助を検討してもらおうと思っていて、もし試作段階で費用がかかるとしても、将来的なコスト削減という形で説明できれば、本社からの支援を引き出せるかもしれません。なるほど。まあ、大河内さんあたりは文句つけてきそうだが、そこは社長令嬢の力も借りて、うまくやるしかねえな。それから数日、俺は古川さんや現場のベテラン職人たちと話し合いを重ね、試作の段取りを進めた。最初こそ本当にうまくいくのかと懐疑的だった人もいたが、少しずつ俺の説明を聞いて意外と使えそうじゃねえかと興味を示し始めたのが嬉しかった。かといって口下手な俺だけではうまく伝わらないことも多い。そんな時は鈴が間に入り、この部分は工程を省く狙いがあるんですよ。渡くんが NASA で学んだアイデアを現場仕様に落とし込んでるみたいです。ああ、そういうことか。なるほど。イメージが湧いたよ。という具合に絶妙なタイミングでフォローしてくれる。やはり彼女がいなければここまでスムーズにはいかなかっただろう。やがて町工場の生産性とコスト削減に影響を及ぼす回収案が徐々に形になっていった。試作した軸がうまく機能し、トラブルの多かった工程が短縮されて、ぶどまりも向上。トータルの生産コストが目に見えて下がるようになると、周囲の反応も変わってくる。北条さんやるじゃないか。まさか古い工作機械でも、ここまで精度が上がるとは。まったくだ。親会社への納品先も、これなら引き続き任せられるってさ。職人たちの口から自然と、北条さんなんて呼ばれるようになったのは、素直に嬉しかった。以前は、何考えてるかわからん無口な若造という扱いだったし、俺もあまり話しかけられるのを好まなかった。しかし、現場での手応えを感じるにつれ、自分がここにいる意味がようやく見えてきたのだ。同時に親会社からの評価も少しずつ変化していた。工場が作る部品の品質は向上し、生産のスピードも上がったため、社内の受注管理部門は、この調子なら他の案件も任せてもいいのでは、と前向きになりつつある。鈴の働きかけも大きかっただろう。彼女は父の後を継いで会社をしっかり支えなきゃと思い悩みつつも、俺の技術的アイデアを本社の役員会や経営企画チームに根気よくプレゼンしてくれた。ちゃんと説明できたわよ。渡くん、コストシミュレーションも一緒に考えたから数字で示せたのが大きかったんだろうね。お父様も興味を持ってくれてるみたい。すごいな、鈴。俺一人だったら絶対無理だった。休憩時間にそう声をかけると、彼女は少しだけ胸を張る。私も部長って肩書きを持ってるからこそ動けるわけだし、それを活かさない手はないでしょ。ただ、私も社長の娘ってことで、周りからの視線はいろいろあるし、何よりお父様の期待に応えられるかどうか不安だった。でも、渡くんを見てたら勇気が出てきたの。俺を見て勇気が出るって？
意外だな。だって渡るくん、昔から自分の信念を曲げないでしょ？ NASA でも大変な思いをしたのに、それでも技術や夢を捨てずに頑張ってる。そういう姿を見てたら、私もやらなくちゃって思えるんだ。彼女はそう言って、いつものように柔らかく微笑んだ。その笑顔を見ると、かつて暗闇を照らしてくれた月明かりみたいだ。なんて考えてしまう。昔、夜空を見上げて夢を語り合ったあの光景。その頃と同じ距離感で、彼女は俺を励まし、支えてくれる。今はそれが何より嬉しかった。しかし、この状況に密かな焦りを募らせている人物がいた。大河内だ。最近は工場を訪れることも増え、他の行員に対して指示を出したり、書類を取りまとめたりしている。実務能力は確かにあるようだが、その態度は相変わらず高圧的で、下請けを見下すような雰囲気が拭えない。北条さん、最近やけに調子いいじゃないですか。急にアイデアを出して、工場のみんなからも一目置かれてるみたいで。まあ、皆さんが協力してくれてるからですね。へえ、謙虚なふりですか。それにしても、霧島部長とも随分親しげですね。昔からのお友達だとか。その言い草に言いようのない嫌味を感じる。昼休みにミーティングルームの片隅で作業していると、大河内がわざわざそばに来てそう言い放つのだ。俺が返答に困っていると、彼は鼻を鳴らしてから言葉を続けた。まあいいですけど、正直俺からしたらあなたみたいな情帰りの天才が町工場ごときに収まっているのは滑稽に見えるんですよ。結局 NASA を辞めて帰国したってことはうまくいかなかったただの凡人だったってことでしょう。今はただの下請け工場の工員じゃないですか。いくら霧島部長がサポートしてくれてるからってそんなに偉そうにしないでくださいよ。嫌味を含んだ口調でそう言うと、大河内はわざとらしくため息をついてみせる。俺が何も言い返せずにいるのを見透かすように、さらに言葉を重ねてきた。それに、霧島部長のことだって気になるでしょ？幼馴染かなんだか知りませんけど、あれほど優秀で社長の後継者候補にもなるような人に、凡人のあなたが釣り合うと思います？まあ、見ていてくださいよ。結局、彼女にふさわしいのはどちらなのか、いずれわかりますから。あからさまな挑発的視線を投げかけてきた大河内は、鼻で笑うときびすを返す。工場の奥へと去っていく彼の後ろ姿を見つめながら、胸の奥がじわりと重苦しくなるのを感じた。NASA という過去の肩書きがいつまでも自分を縛っている。そして大河内の言葉通り、今の俺は町工場のただの工員でしかない。それでも諦めるわけにはいかなかった。霧島鈴という幼馴染が自分の力を信じてくれているのだから。そんな中、大河内は自分なりの手柄を求めて動き出した。俺が町工場側の技術改革を進める間、彼は親会社側の取引先と積極的にコンタクトを取っているらしい。鈴は、大河内さんには別の大口顧客の対応を頼んでるの、と言っていたが、どうやら彼はその顧客に対し、独断で強引な提案を持ちかけているらしい噂を耳にするようになった。なんだって？あいつ勝手に次の製品ラインを大手メーカーに売り込んでるって？しかもうちの町工場が対応するって話で持ちかけてるんだろう？らしいっす。俺たちそんな話全然聞いてないのに大丈夫かよ。行員たちの不安げな声が現場のあちこちで聞こえる。もし大河内が先走って大口の契約を無理やり取り付けたとしても、その内容次第ではとても町工場側で対応しきれない可能性がある。さらにそれが親会社の承認を得ないまま進められているとすれば、後で大きなトラブルに発展しかねない。嫌な予感が胸をかすめる。鈴もこの件については把握していない様子だった。少なくとも、大河内さんには大口顧客への新提案をお願いしてるけど、具体的にどう動いてるかはまだ報告がない。と言っていた。あのプライドの高い彼のことだ。下請けの町工場を巻き込んで、俺や鈴に負けない成果を出そうとして焦っているのかもしれない。そう考えるだけで不安がじわりと広がっていく。その不安はほどなくして現実のものとなった。午後の作業が一段落し、工場の休憩所に戻ろうとした時だった。おや北条さん、ちょうどいいところで会えましたよ。大河内がわざとらしくこちらを見て微妙に口角を引き上げる。ちょっと見せたいものがありましてね。じゃーん、これですよ。大口契約取ってきました。
バサッと目の前に広げられた書類を見た瞬間、古川さんの顔色がさっと変わる。そこには、大手取引先の社名と、納品スケジュールや予算案が細かく記載されていた。妙に仰々しい印刷自体と、簡素すぎる数値の羅列が不気味なほどに浮いている。おいおい、なんだこれは。こんな短期間でこのコスト。しかも開発工程まで盛り込んで、どこから出てきた数字だ。いや、私がちょっとしたアイデアを参考にして、取引先を説得したんですよ。まあ、ここ最近、北条さんが NASA 仕込みの技術で色々改革してるんでしょう。あれを活かせば、これぐらいわけないと思いまして。大河内は自信たっぷりに胸を張る。その態度は、君たちでやってみせろと言わんばかりだ。俺は思わず口を開きかけるが、うまく声が出てこない。何か根本的におかしい。書類の数字はあまりに楽観的すぎるし、必要な試験や品質管理の工程が抜け落ちているように見える。こんな契約、まともに遂行できるはずがない。そんな俺の表情を見てか、大河内は口の端を吊り上げる。どうしました、北条さん。あなたも NASA の天才なら、これぐらい問題ないでしょう。この町工場とやらをうまく操って、ちゃちゃっと作れませんか。いや、この工程表、どこで手に入れたんです？このパーツ構成、俺が昔に考えた試作品案にそっくりだけど、あれは正式には没案だったはずだ。俺の問いかけに、大河内は、へえ、よく気づきましたね。と鼻で笑う。まあ、部外費の資料室に、それらしい図面があったので、目を通して使えそうだなと思ったんですよ。明らかに勝手な解釈だ。その案は、NASA 式の手法を応用して、もし町工場で先端技術を活かすなら、と組み立てた、理論上のプランで、コスト面や安全性、量産における信頼性など、諸々の理由から、現実的には難しいとして棚上げしたもの。いわば、未完成の設計なのだ。いや、あれは、実際にやろうとしたらコストオーバーも、納期遅延も確実に起きる。そもそも人手や設備も足りないし、最悪の場合は重大な不良品が出るかもしれない。言いかけたところで、わざとらしくため息をつきながら、大河内がかぶせてくる。へえ、NASA 帰りでも言い訳ばかりですか。まあいいですよ。私はもう契約を結んできたんで、いずれにせよ、あなたたち町工場の出番は確定ってわけです。せいぜい頑張ってくださいね。今度は、古川さんがたまらず声を上げる。おい、こんな契約がまかり通ると思うのか。ここに書かれてる予算と納期がどれだけ無茶か分かってるのかよ。これじゃあまるで全く余裕なく開発から量産まで一気に仕上げろってことだろうが。そんなのあなたたち現場が工夫すればいい話でしょ。実際、北条さんもすごい技術を持ってるんでしょ。NASA 帰りの天才だっていう話だからね。だからこそこの契約を勝ち取れたわけですよ。取引先も期待してるんですから。言いながら大河内は髪をバシッと叩き、にやりと笑う。あまりの身勝手さに古川さんも周囲の行員たちも顔をしかめるしかなかった。そこへ靴音を響かせながら鈴が駆け込んでくる。いつも落ち着いた彼女も視線が揺れているのが見て取れた。息を整える間もなく大きな声で大河内に問いかける。大河内さん、どういうことなの？詳しく話して。霧島部長、あなたにも報告しようと思ってたところですよ。ちょっと先走ったかもしれませんが、なんといっても大口契約ですよ。この内容通りに納品できれば、会社にとっても大きな利益になるはずだ。大河内はことも投げにそう答えるが、鈴の表情はさらに険しくなる。テーブルに広げられた契約書をさっと拾い上げ、目を通すにつれ、その視線に一層の怒りがこもっていくのが分かった。あなた、これを本当に実行可能だと思ってるの？私には何の説明もなく、どうやってこの計画を組んだわけ？まさか、北条くんの設計図を無断で使ったの？ええ、そうですよ。私は北条さんの NASA 仕込みの技術力を買っているので、むしろ好都合じゃないですか。部長だって下請け工場の活性化が目標だって言ってたでしょ。ならこれを機に一気にレベルアップしちゃえばいい。大河内の声はあくまでも冷ややかだ。彼にとっては町工場も俺たちも利用するだけの駒に過ぎないのかもしれない。鈴が声を震わせ、テーブルをバンと叩く。そんな勝手な話が通るわけないでしょ。こんな契約内容で、万が一納品できなかったらどうなるか分かってるの？この取引先は、うちがずっと大事にしてきた大口のお客様なの。契約を破棄されたり、訴えられたりすれば、違約金の問題だけじゃなく、企業イメージにも大きな傷がつく。
それでなくても、経営がギリギリのうちみたいな会社にとっては、致命傷になる可能性だってあるんだから、ただ一件の契約が飛ぶだけって話じゃないわ。業界内で、この会社はいい加減なことをするなんて噂が立ったら、他の取引先まで敬遠して、一気に離れていくかもしれない。そうなれば受注が激減して、資金繰りが回らなくなるのは時間の問題でしょ。倒産っていうのは大げさじゃなくて、うちにとって現実的な危機なのよ。鈴の言葉は鋭く、そして痛切だった。彼女自身、幼い頃から社長令嬢として生きてきたからこそ、会社がどれほど不安定なバランスの上に成り立っているのかをよく知っている。高いプライドを振りかざす大河内とは異なり、彼女が危機感をあらわにするのは、まさにこの状況が命取りになりかねないからだ。まあ、契約が飛んだら飛んだで仕方ないでしょう。私はこれだけ大口の取引先を引っ張ってきた。あとは実行できるかどうかが問題なんですよ。大河内は開き直ったように両手を広げ、まるで人事みたいな口調でそう言い放つ。その傲慢さに周囲の職人たちも苛立ちを隠せない。いい加減にしてください、大河内さん。あんたが勝手に結んだ契約のせいで、こっちはえらい迷惑を被るんだ。おまけに納期もコストも現場を無視した数字ばっかりで、普通に考えりゃ無理に決まってる。古川の一括に、大河内はわずかに肩を揺らしたが、すぐ鼻で笑った。あなたたちがちゃんとやればいいんじゃないですか。もともと情帰りの人材がいるんです。実現できないとしたら、それはあなたたちの努力不足でしょう。それ以上言わないでください。堪忍袋の尾が切れかかっていた鈴が声を張り上げる。かつて見せたことのない険しい表情を浮かべている彼女に対して、大河内はさすがに口をつぐんだ。とにかく、今は、この契約をどうするか考えないといけない。大河内さん、取引先とのスケジュール調整だけは、私にも報告してください。古川工場長、北条くん、みんな、後で作戦会議をしたいんです。とりあえず今日はこれで終わりにしましょう。苦渋の決断に至ったのか、鈴はそう締めくくる。すると大河内は、ふんとだけ言い捨て、そそくさと視線をそらして、工場の外へと姿を消していった。無責任極まりない態度に、誰もが苛立ちを覚えながらも、まるで嵐が通り過ぎた後のように沈黙してしまう。しばらくして、ようやく古川が顔をしかめながら言葉を発した。ったくあの野郎。どうすりゃいいんだ。あんなんで会社や工場全体の信用がパーになったら、俺たちが路頭に迷うことになるじゃねえか。そう。だからこそ、今は頭を冷やして、なんとか対処法を考えましょう。渡るくん、ごめんね。大河内さん、あんな風にあなたの設計図を勝手に使って。鈴が申し訳なさそうに俺へ視線を投げかける。俺は浅く首を振った。NASA 時代のアイデアをもとに提案書を作っていたのは事実だし、大河内がそれを無断で持ち出したとはいえ、契約が失敗すれば、こちらの責任も問われる可能性があるからだ。気にしてないよ。問題はどうしたらこの契約を破談にしないで修正できるかだと思う。とりあえず今日は遅いし、みんなも疲れてる。明日から本腰入れて対応策を練ろう。少しでも可能性があるならやるしかないから。そうね。明日改めてミーティングをしましょう。お疲れ様。そう言って、鈴は深々と頭を下げ、肩を落としたまま工場事務所へと消えていく。彼女自身も心身ともに限界に近いのだろう。俺はぐっと拳を握りしめて、その背中を見送った。夜、工場が稼働を止め、人気がなくなった敷地は、まるで眠りについたように静寂が漂っている。かすかに蛍光灯が灯る休憩室で、俺は図面や契約書のコピーを眺めながら頭を抱えていた。どう修正したところで、今回の条件はかなり無理がある。半端な形で納品すれば信用を失い、そもそも間に合わなければ即座に破談だ。かといって、できませんと言ってしまえば、それはそれで契約違反に近くなる。どちらに転んでも地獄のような状況だった。渡るくん、まだいたの？不意に休憩室の扉が開くと、そこには鈴が立っていた。さっきまで勢い任せに怒っていた彼女も、今はすっかり元気を失った顔をしている。俺が椅子から立ち上がると、鈴は申し訳なさそうに目を伏せた。ごめんね。こんな時間まで残業させて。お父様にも連絡したけど、やっぱり相当怒ってて、大河内さんをどうにかしろって強く言われちゃった。無理もない話だ。
社長としては、娘である鈴にも責任を負わせたいわけではないだろうが、会社の利益を考えれば、こんな危うい契約を見過ごすわけにもいかない。大丈夫、鈴は悪くない。悪いのは大河内さんだ。それに、俺の設計案をきちんと管理できなかったのも問題だし。でも、もう過ぎたことだよね。今はどう対処するか考えるしかない。そう答えたものの、顔には疲れが滲んでしまう。うまい打開策が見つからない現状に、深い無力感を覚えていた。ねえ、渡くん。このままじゃ、本当にうちは倒産しかねないわ。私が部長になって、少しは会社を良くしていけると思ってたのに、なんでこんなことに。鈴の声がかすかに震えている。普段は明るくて前向きな彼女が、ここまで追い詰められている姿を見ると、胸が痛む。きっと、父の会社を継ぐという責任感と、大好きな工場の人たちへの思い、その両方を背負っているのだろう。俺は意を決して、そっと鈴の肩に手を置いた。大丈夫だよ、鈴。なんとかしてみせる。NASA を逃げ出した俺だけど、今度は逃げたくないんだ。この町工場で受け入れてもらったこと、感謝してるし。だからこそ、どうにか助けたいんだ。かつて NASA を辞めた時の自分は、周囲と衝突し、理想に固執して、結局何もできなかった敗北者だった。だが、ここではそうなりたくはない。人間関係や予算の壁があるにせよ、一緒に頑張ってくれる仲間がいる。何より、鈴が手を差し伸べてくれている。渡くん、ありがとう。鈴が小さくつぶやいた。弱々しい声に混じって、ほんの少しだけ安堵が混ざっているような気がする。肩に置いた俺の手に、自分の手を重ねてきた彼女の仕草は、思い出深いものがあった。子供の頃、夜道を帰る時に怯えていた鈴の手を握ったことがあったっけ。あの時も俺は、彼女を安心させたかったのだ。俺だって不安だけど、鈴がそばにいてくれると心強いよ。うん、私も諦めたくない。工場の人たちを守りたいし、渡くんの技術が生きる場所にしたい。そう言って、鈴は小さく笑みを浮かべた。弱々しくも、どこか力を取り戻しつつある表情に、俺はほっと胸をなで下ろす。もう少しだけ勇気を出して、一歩踏み出せば、未来は変えられるかもしれない。そんな思いが、胸の奥でかすかに灯っていた。翌朝、まだ薄暗さの残る工場に足を踏み入れると、すでに何人かの工員や古川工場長が打ち合わせを始めていた。空気は張り詰めているが、どこか闘志のようなものも感じられる。あれだけ深刻なムードに包まれていたのに、みんなまだ諦めていないのだ。俺は眠い目をこすりながら、急いで手元の資料を確認する。北条お前、なんかいい代替案があるらしいじゃねえか。本当に大丈夫なのか？声をかけてきたのは古川工場長だった。いつも武骨な彼の表情には、期待と不安が入り混じった色が見える。鈴も隣でじっとこちらを見つめている。彼女にとっても、俺が持ち出した新たな提案が唯一の突破口だろう。ええ、俺がアメリカにいた頃に研究していた技術を流用したら、どうにかなるかもしれません。もちろん完璧じゃないですが、大河内さんが勝手に提示したプランよりはずっと現実的です。コストは少し増えますが、納期は大きく遅れずに済むはずで。そう言いながら、俺はホワイトボードに図示しておいた工程表とコスト計算のメモを指し示す。大きな特徴は、従来よりも複雑な加工を一度に行える特殊な溶接技術を用いる点だ。もともと NASA 時代には、新素材の研究と組み合わせて、無駄のない一体成形を目指していた。その基礎理論を町工場レベルに落とし込んだのが今回の提案だが、当時の上司や周囲からは非現実的だと却下されていたアイデアでもある。これがあんたが NASA でやってた研究か。けど本当に実用になるのか。あっちで無理って言われたんだろ。古川さんが疑わしげに眉を上げるのも無理はない。しかし俺はぎこちなくも強い調子で言葉を続けた。研究当時は設備の面や安全性の面で問題が多くて実現が難しかったんです。でもそこをある程度簡易化してリスクを下げれば町工場の段階でも近い形にはできると思います。実際この工場で改造したジグを使えば工程をいくつかまとめられるはずなんです。それに NASA の時ほど高精度を要求されるわけじゃない。最先端を追い求めるんじゃなくて実用化を目指した形に落とし込めばいけます。話を聞いていた職人の一人が興味深げに首をかしげた。なるほどね。
要するに、お前が持ってる最先端の理論をちょっとマイルドにして、でも肝心な部分の効率化は残すってことか。はい、もちろん。まだ試験が必要ですけど、少なくとも、大河内さんが提示した原案よりは安定していて、なおかつ、コストを少し上乗せすれば、納期にも間に合う可能性がある。ただし、その少しの上乗せの理解を、取引先に得ないとダメなんですけど、その時、鈴が一歩前に出る。そこは、私が何とかするわ。取引先には、前のプランは誤解があったので再度提案したいと伝えてあるから、今から北条くんと一緒に先方に行って、直接説明してくる。みんなどうか協力してね。鈴がそう言うと、工場のみんなは、やや緊張を浮かべつつも、任せろ。できる限り動くさと声を返す。じゃあ行こっか、渡くん。取引先に到着するまでにもう一度資料を詰めておこう。鈴の言葉に促され、俺は小走りで資料を抱え込む。何が何でもこのプランを通さなければならない。先方にとっては一度は破格の条件で契約を結んだ話だ。コスト増加や内容変更を飲んでもらうハードルは高い。そう分かっていても、やらなきゃいけないのだ。町工場と親会社が倒れてしまわないために。昼前、取引先が入るビルの応接室。いかめしい表情の先方担当者たちの前で、俺は慣れない手つきながらもパワーポイントを開き、今回の修正版プランを説明していた。鈴が横でフォローしてくれ、最低限スムーズには進んでいる。が、それでも相手の空気は硬い。なるほど。要するにコストが従来より少し増えるということですね。納期も数日はずれ込むと。最初に提示された内容からすると話が違いすぎますよ。私どもはその破格の条件を見て、他にもあった候補を蹴って、あなた方と契約したんですよ。先方の主任格らしき男性が鋭い眼差しでこちらを射抜く。背後には数人の関係者が座っており、みんなが同じような険しい表情をしているのがわかる。申し訳ありません。実はあのプランは、私たちの社内でも十分な検証がされないまま進んでしまったんです。ですが、今回お持ちした代替案なら、今回のプロダクトを十分な品質で納品できると考えています。コストの増加分は最小限ですし、納期が数日遅れてしまうものの、最終的にはリスクの少ない形で納入可能なんです。鈴が抵当のまま、一生懸命に弁明する。だが、先方が納得したかどうかはまだわからない。居並ぶ重役たちが、そんな言い分を今更認めたら、こちらの社内でも問題になる。すでに他のサプライヤーは断ってるんですよ。などと、口々に言い始め、室内に嫌な熱がこもっていく。先ほどの説明通り、もしここで契約を破棄されると、私たちは正直なところ大ダメージを受ける。けれど、無理に今の条件を押し通して品質に不具合が出ても、御社に大きな損害を与えかねません。鈴が懸命に食い下がるが、相手方の雰囲気はなおも険しいままだ。俺は何とか口を挟もうとしても、どうやって説得すればいいのか、言葉が見つからずに息苦しくなる。その時、部屋の奥のドアがノックされた。先方の一人が、失礼します。とだけ声をかけると、見慣れない外国人がひょっこりと顔を出す。英語で先方の担当者が呼びかけると、その外国人、スーツ姿の40代くらいの男性が応接室に入ってきた。やや茶色がかったブロンドと深い青の瞳。どこか見覚えがある顔立ちに、俺は心臓が跳ね上がる。マイケルさん。思わず声に出してしまった。その瞬間、彼と目が合う。次の瞬間、彼は信じられないものを見たように目を見開いた。渡る？北条渡るか？なぜここに？少し訛りのある日本語と英語が混じった言葉に周囲がざわめく。先方の担当者が、ご存知なんですか？と驚いた声を上げると、マイケル・スコットはうなずいた。彼は、かつて私の部下だったんです。まさかこの場で再会するとは、俺は頭が真っ白になった。かつて NASA で俺を夢ばかり語る奴と評価してくれず、最終的には解雇同然に追い込んだ人物。とはいえ、すべてが彼のせいとは思っていない。俺自身にも非があったし、当時はお互いの主張がどうしても噛み合わなかったのだ。この再会に動揺しているのはマイケルも同じようだった。彼は先方に謝辞を述べてから、ゆっくりと俺の手元の資料に視線を落とした。これは、まさか、君が研究していた複合溶接プロセスだな。
彼の声は驚きに満ちている。と同時に、若干の興奮が混じっているようにも聞こえた。スコットさんは今、日本でのビジネスパートナーを探していて、うちに協力を仰いでいるんですよ。先方の主任が補足説明する。どうやらマイケルは、NASA を離れ、アメリカ本社系の別企業の技術顧問を務めているらしい。彼のチームが宇宙産業だけでなく、一般向けのハイテク製品にも興味を示している。という流れで、この会社を訪れていたようだ。渡る、ついに完成させたんだな。当時は非現実的と言われていたのに。マイケルの瞳が潤んでいるのが分かった。普段は感情をあまり表に出さないタイプのはずなのに、今はその声が震えている。俺は思わず苦い笑みを返しながら言葉を続ける。はい。もちろん、まだ検証が必要な部分は残っているんですが、町工場の人たちの協力、それから霧島さんのサポートのおかげで、ようやく形にすることができました。大掛かりな設備はなくても、実用レベルで機能する道を探せばいいんだと気づいたんです。マイケルは視線を落として、書類に改めて目を通し、何度もページをめくる。その手がわずかに震えたかと思うと、彼は感極まったように目を閉じ、小さく息を吐いた。素晴らしい。まさかこんな形で、この技術が現実になるなんて。渡る、当時はお前を信じきれずに解雇するような形になってしまって、本当にすまなかった。はっきりとした謝罪の言葉に周囲がざわつく。鈴や取引先の担当者たちも事情が飲み込めていないようだった。マイケルは振り返り、取引先の重役らしき人物たちに向かって、身振りを交えながら語り始める。皆さんはご存知ないかもしれませんが、彼がかつて NASA で研究していたプロジェクトは、社内でも空想じみていると酷評されていました。けれど、こうして実用化に近い形までこぎつけた。私が保証しますよ。彼は確かに信頼に値する技術者です。ここに書かれた提案は、世界初と言っていいほど革新的なアイデアだ。そう断言するマイケルに、取引先の担当者らは困惑したように目を見交わす。先ほどまでは厳しい表情だった彼らも、スコットさんがそこまで言うなら、とうなるようにつぶやいた。何しろ、NASA 出身のエリートであるマイケルが、世界初の技術、と絶賛しているのだから、その言葉の重みは計り知れない。では、この新しいプランについて、改めてこちらも検討させてもらいましょう。もちろん最初の条件とは異なるので、社内の調整は必要ですが、スコットさんがそこまで保証してくれるなら、無下にはできない。先ほどのプレゼンも、品質面の裏付けが十分だと感じましたしね。取引先の重役がそう口にすると、鈴は胸に抱えた資料をほっとしたように抱きしめ、深々と頭を下げた。ありがとうございます。私たちも、誠心誠意やらせていただきます。無茶な条件にならない範囲で、最速の納期と最高の品質をお約束いたします。あたるくん。鈴がこちらを振り返り、嬉しそうな微笑みを向けてくる。あれほどこわばっていた表情に、少し涙が浮かんでいるようにも見えた。俺も小さくうなずき返し、マイケルに向き直る。ありがとうございます、マイケル。あなたの言葉がなかったら、きっと納得してもらうのは難しかったと思います。マイケルは照れくさそうに唇を歪め、それから英語混じりの日本語で、なあなあ、これは君が勝ち取ったものだ、と返してくれた。こうして、俺たちが一度は破談寸前まで追い込まれた取引先との契約は、新たな可能性を手にした。確かに、調整すべき項目は山積みだし、スケジュールもタイトになるだろう。でも、今ならやれる気がする。本当にありがとうございます。鈴がもう一度お礼を言うと、先方も軽くうなずきながら、こちらこそこれからお世話になりますよ、と返す。商談はまだ続きそうだが、とりあえず最悪の事態は避けられた。俺は振り返ってマイケルと視線を交わす。その瞳は、かつての NASA の研究所で見た時よりも、ずっと優しい色を帯びているように思えた。まるで、やっと理解できた、と言っているようで、胸が熱くなる。渡る、本当におめでとう。今後、もしまた一緒に仕事ができそうなら、俺は大歓迎だよ。でも、今はここでの挑戦を続けるんだろ？ええ。俺には守りたい仲間がいますから。そう答えると、マイケルは納得したように笑い、そっと手を差し伸べてきた。俺もその手を握り返し、握手を交わす。NASA での苦い別れが、こうして一つの区切りを迎えたのだ。鈴がその様子を見て、
目を潤ませながら微笑んでいた。それから数ヶ月、大河内が勝手に結んだ契約は、俺たちの修正版プランのおかげで無事に軌道に乗った。取引先も当初の怒りこそ大きかったが、完成度の高い試作品と実際の生産ラインの順調な立ち上がりを見て、こちらへの信頼を取り戻し始めている。これまでは綱渡りのような状態だった会社の業績も徐々に上向き始めた。おい北条、次のラインもよろしく頼むぜ。こっちも製造スケジュールをもっと詰めたいんだよ。はい、古川さん。今度は一緒に複数の工程をまとめられそうです。あの新しいジグが思いのほか使えそうで、古川工場長とのやりとりがいつの間にか随分スムーズになったな、と自分でも気づく。彼は頑固な職人仇ではあるけれど、一旦技術的アイデアを認めると、それをより深く進化させるような発想をどんどんぶつけてくる。下請けの町工場と侮られがちだったこの現場が、今や最新技術の実用化拠点として注目を集め始めていた。親会社の方もこれまでの下請け一辺倒な立場を見直し、工場のための投資を積極的に検討し始めている。経営陣も次にどんなプロジェクトができるのかと期待を寄せてくれるようになった。鈴も社長の父をサポートしながら会社をしっかりと支える体制を作ろうと奮闘している。一方、かつて一方的な契約を結んで俺たちを窮地に陥れた大河内は、親会社の正式な調査が入った結果、彼の独断専行が大きな問題として取り沙汰された。そして大河内は今までの肩書きやプロジェクトから外され、地味な部署に移動した。表向きには他の事業部との連携を深めるための移動という名目だが、実態はほとんど左遷だった。それ以来、大河内は以前のように工場へ顔を出すことも少なくなっていた。そんなある日の夕方、久々に彼がふらりと工場に姿を見せた。北条さん、この前正式に辞令が出ました。実質左遷です。悔しそうに歯を噛み締めながらも、彼の目にはどこか吹っ切れたようなものがあった。傲慢さよりもむしろ素直な反省が見え隠れする。まあ、あれほど勝手にやったらそうなるだろうね。最悪、取引先との契約が全部吹き飛んでた可能性もあったわけだし。俺がそう言うと、大河内は一瞬表情を歪めたが、すぐにうなずく。ええ、本当にそうですよね。あと、謝罪が遅くなりましたが、あなたにも一言言っておきたかったんです。勝手に NASA の技術をちらつかせたのもそうだし、霧島部長に取り入ろうとしたのも、全部俺の焦りが原因でした。すみませんでした。彼が頭を下げる姿に、以前のような尊大さは微塵も感じられない。正直、俺もまだ複雑な気持ちはある。彼に振り回された結果、どれだけ苦労したか。しかし、その苦労を乗り越えたからこそ、会社の業績は伸び、俺自身も一回り成長できたのも事実。ここで過去を蒸し返して責めても、あまり得るものはない。もう終わったことだし、いいんじゃないかな。周りも、その態度なら多分分かってくれるよ。部署が変わって大変だと思うけど、頑張ってくれ。そう返すと、大河内はわずかに唇を結び、また小さく頭を下げる。ありがとうございます。今度こそ、俺は実力で上を目指そうと思います。いつか、あなたみたいに本当に結果を出せる人間になりたい。負けん気の強そうなその目には、これまでとは違う色が宿っている気がした。俺は苦笑交じりに、そうか、とだけ答え、彼の肩を軽く叩いた。たとえ左遷されても、彼が改心して前を向くなら、それが何よりだろう。会社の状況が上向きになると同時に、俺の働き方も大きく変わってきた。町工場で技術開発を進めながら、本社に行って取締役や役員たちに直接プレゼンする機会が増えたのだ。それどころか、最近は鈴が本社で正式に研究開発部を立ち上げたいという構想を打ち出していて、俺をそこの主軸に据えようとしている。渡くんが研究開発部のリーダーになれば、親会社の若手とも連携しやすくなるし、町工場とのパイプ役にもなるでしょ。お父様も、これからは自社の技術力を磨かなきゃいけないって言ってるの。それに、本社との密な連携が必要でしょ。一気にまくし立てた鈴は、ちょっと得意げな笑みを浮かべている。確かに、新しいプロジェクトは町工場だけじゃ限界もあるし、
実現のためには本社が全面サポートしてくれるのが理想だよね。ただ、なんでそんなに嬉しそうなんだ？そう問いかけると、鈴は口を開きかけて躊躇した後、視線を少しだけそらした。ほら、私とずっと一緒にいられるじゃない。親会社に席を置いてくれれば、毎日顔も合わせやすいし、打ち合わせもすぐにできるし。最初は、さらりと仕事の都合を並べていたくせに、鈴の声がだんだん小さくなっていく。こちらの顔色を伺うように、視線がチラチラと揺れ、明らかに落ち着かない。それって、公私混同してないか？大丈夫かな、部長さん。してないわよ。もしかしたらちょっとだけかもしれないけど、それは私だって人間だし、渡くんに協力してもらうなら、一緒にいたいって思うのは普通でしょ？恥ずかしさをごまかすように、頬を染める鈴。その姿を見ていると、確かにからかいたくなる気持ちもわかるが、俺自身も妙に心が温かくなる。わかったよ。そこはあまり突っ込まないでおく。それに、鈴がいれば意思疎通もスムーズだし、通訳みたいにうまく話を補ってくれるし、俺も助かる。それならいいの。はい、これで話はまとまったわね。研究開発部と町工場の連携、私が責任持ってサポートするわよ。公の立場として、ちゃんと、ね。最後の方の言葉を、鈴は自分に言い聞かせるように繰り返す。頬を少し膨らませながらも、目が輝いていて、なんだかおかしさと愛しさが同時に込み上げてくる。こうして俺は、正式に親会社の研究開発部へ移籍する形となったが、そこで待っていたのは、想像以上に忙しい日々。それでも、鈴と一緒なら頑張れる。お互い講師の境目を意識しながら、たまには少しだけ甘える。そんな距離感も悪くないと感じ始めていた。俺はもう二度と逃げない。みんなで歩む未来がどんなものかはわからないが、きっと悪くないはずだと信じている。